この動画はボクムーの5年間のイラスト成長記録です。黒歴史あり、ファンアートあり、声解説あり、予告なく削除ありです。それではどうぞ。これは iPad で初めてアニメ調のイラストを描こうとした時の絵ですね。もうすでに黒歴史感がすごい。これはね、当時歌ってみたをやってまして、もうなんかあれだな、イラスト以外の黒歴史も全部出てくるんですけど、この辺りはもうその時用に描いていたものですね。2019年のことです。この絵もサムネとかに使おうとしたのかな。これはピグパーティーっていう着せ替えアプリのアバターを描かせてもらった時のものです。お友達の分ですね。これは模写ですね。模写はね、当時もまだ見れるレベルだと思うんですけどね。こうなんか自分のキャラを描いたりするとかなりやばくなるんですよね。もうこんな感じですね。この絵は当時ゲーム実況をやってまして、またイラスト以外の黒歴史なんですけど、これとかメンバーがね他にもいたので描かせてもらってました。絵をね見てもらう機会があったので、すごく、成長できたのかなマシにはなってきたと思います。これはさっきと一緒でピグパーティーっていう着せ替えアプリのアバターですね。これはね、今やってる X の最初のアイコンです。ここからボクムとしての活動を始めました。これは配給の絵ですね。当時ハマっててファンアートをこの辺りでは描いています。公式に近い絵柄で描いてたので、他の何も考えずに描いた絵と比べると、マシかなっていう感じはしますね。ちょっと模写に近い感じで、ちょっと自分らしさを出そうとかするとすっごい退化するんですよね。当時はデザインがあるもの、アニメキャラとかを、できれば模写じゃなくて自分の思うポーズとかイメージで描くっていうのをやってた感じですね。で、こっから2021年かな。このあたりから実況者さんのファンアートを描くようになりました。といっても2021年の前半ぐらいまでかな。それもその後ずっとファンアートはロムってましたね。1年ぐらいずっと。なんでかっていうと、実況者さんのファンアートってなんかアニメのキャラとかよりもデザインの解釈の幅が広くて難しかったんですよね。こう描けばいいっていうのがなくて、で別に自分の絵柄とかもなくて、一応いろいろ模索して描いてはいるんですけど、なんかあんましっくりこないし、っていうか誰も見てないしやめましたね。でもファンとして他の方のファンアートを見るのはねすごい楽しかったので、その後もずっとロム線として見てました。これとかは動画にした時のやつかな。ファンアートを動画にして YouTube とかにも出してました。で、そのロムってる間はゲーム実況の方ではまだお絵描きをさせてもらってたんで、こんな風に漫画描いたりとか、なんか季節の絵とか描いてましたね。で、自分たちを VTuber 化したいなっていう話が出てきて、2021年の後半に VTuber モデルを作り始めました。これ初めて作ったモデルですね。で、ちょうど活動休止になっちゃって自分たちが V 化することはなかったんですけど、何名かの実況者さんのお手伝いをさせていただきました。この3人の活動先は分かってるので概要に貼っておきます。で、これきっかけで絵を必要としてもらったのがすごい嬉しくって、ここでやっとなんか絵頑張ってみようかなって思い始めて、頑張り出した、毎週1枚描いて投稿しようみたいな風にちょっと頑張り出したのがこのあたりですかね。で、もともとその男性 V モデルがきっかけで絵をちゃんとしようっていう風に思ったので、また実況者さんのファンアートをこのあたりで描き始めました。これ今のアイコンですね。
でね、この辺りは確か斉藤直樹先生の3ヶ月上達法をやろうとしてました。でもそれが最初に先生を1人決めようって感じで始まるんですけど、なんかどうしてもまず1人に絞れなくて、1人無理にでも決めちゃう方が効果高いんだろうけど、絵柄が寄りすぎるのもちょっと発表しづらいだろうなっていうのもあるし、結局絞ろうと思って絞ったイラストレーターさんも10人以上いて、だからなんとか共通点を探して絵に取り入れようとしてたのがこの辺りですかね。3ヶ月上達法はなんか振り返りのやり方のところがすごい参考になって、この辺りは一回書いたら自分が気に入らなかったところを練習してもう一回書いてっていうのを繰り返してましたね。あと結果的に先生を探すっていうところがめっちゃためになりましたね。まずイラストレーターさんはあんま知らなかったっていうのがあって、なのでイラストレーターさんが集まった本とかを買って、こういう人がいるんだっていうイラストレーターさん起点で絵を初めて見ましたね。なんかまず自分がスタートにも立ってなかったっていうことが分かったのが3ヶ月上達法をやって一番良かったなっていうポイントですね。そんなこんなで2022年はだいたい週に1回投稿するという目標ではやってて、結局月に3枚ぐらいが多かったかな。それを繰り返してました。でそしたらちょっとずつフォロワーさんとかも増えてきてありがたいなっていう年でしたね。なんか練習してちょっと上手くなったりしつつ、でも退化もするんですよね。それをもうずっと繰り返してる感じでしたね。このあたりはもう2022年の後半かな。これはなんか YouTube にも投稿したんですけど、ミーム系の動画とかもちょっとハマって作ったりしてました。これとかはそのミーム動画のために連作として書いてみたりしてます。これはなんかミニキャラ練習しようと思って本買ったんで試しに書いた2つですね。で今2024年入ったところなんですけど、このあたり2022年1年2年前ぐらいはもうあんまり話すことないんですけどねもうだいぶ最近の絵に近くはなってますね。ここから結構細かな成長段階なのかな。でこれ2023年入ったんですけど、なんかね人体とかはあんま分からずにでも頑張って描いてるっていう時期で、今と比べるとシンプルに見えてもめっちゃ描くのに時間がかかってますね。ちょうどこの辺りとか手とか人体とか服のシワとかをすごい学んだって感じですかね。すごく細かいところを学んでいった年って感じでしたね。なんかそんなに絵について勉強すると思ってなかったですね。興味も最初はなかったし、なんとなくそのゲーム実況とかの挿絵とかを描いてた時はもう小手先の裏技とかそういうのでいいから、例えば 3D モデルとかもなぞって別に自分で描けるようにならなくてもいいから、今ちゃんと絵が描けたらそれでいいって思ってたんですよ当時は。でももうこの頃になると自分でちゃんと理解してちゃんと描きたいっていう気持ちがすごい強くなってきて、これとかはオンラインクラスとか受けてその修作で描かせてもらったんですけど、色のねお勉強させてもらいました。
で、ポンマメさんっていうすごい素晴らしいイラストレーターの方がオンライン講座をされてて、すごくおすすめなので概要にも貼っておくので見てください。なのでこのあたりは結構色について学んだ感じですかね。これとかちょっと色をやりすぎてたり、これとかは肌の色とかがほぼ肌色じゃないんですよね。そういうのちょっと挑戦してみたりとかしてました。このあたりも週に1回出すっていう気持ちでまだ続けてますね。これはありがたいことにフォロワーさんが3桁突破した時ぐらいの絵ですね。これは初めてネップリした時の絵です。たくさん印刷してもらって本当にありがたいです。これはファンアートの連作で、多分2023年はこの連作をきっかけにボクムのことを知ってくれた人が多かったんじゃないかなっていう気がします。 YouTube でもこの解説メイキング動画出してるので、まだ見てないよっていう人はこの後にでもまたチャンネル登録して見ておいてくれるとありがたいです。最近は書くスピードとかも前に比べたらすごく上がってきましたね。で、絵柄とかも最近ちょっと自分らしさっていうのが出てきてるのかもしれないなぐらいには感じられるようになってきました。で、まだまだ全然成長段階なんで、本当は完璧にしてから世に出したいなっていう気持ちが強かったんですけど、ゲーム実況とか歌とかやって、必要があるから、下手だけど、出してもいいかっていう気持ちではやってたんですけど、今絵をメインにしてみて、本当は完璧で出したいけど、多分完璧だなって思えるかな、一生の中でどうか分かんないけど、でもいつになるか分かんないし、もう完璧じゃなくてもいいから一旦出していこうかなという気持ちでやっていこうと思ってます。で、これが2023年最後のイラストです。これはアナログイラストなんですけど、これからアナログイラストだったり、創作イラストにも挑戦していきたいと思っています。ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいです。一緒に成長していけるようなチャンネルにしたいなと思ってます。下手な絵も晒していくんですけど、ぜひ、ボクムーのことをよろしくお願いいたします。それではまた。